皆さん、こんにちは。みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語勉強中の方向けにお届けしています。日本の文化や私が日々の暮らしから感じていることや体験したことなどを日本語で話しています。スクリプトはホームページに無料で公開していますので、よかったらそちらも見てくださいね。はい。ということで、今日の配信でこのポッドキャストは配信50回目となりました。パチ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 。ちなみに、パチ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 は拍手のオノマトペです。皆さんのおかげでこうしてポッドキャストを続けることができています。本当にありがとうございます。これからもこの活動が続けられるようにいいねやコメントで応援していただけると嬉しいです。特にコメントはめちゃめちゃ嬉しいです。どこの国からどんな人が聞いてるのかなってとても気になっているので。はい、ということで今日はバズる、ググる、サボるなどの造語の話をしようと思います。実はこの間、スレッズがバズったんですよ。バズったって言葉聞いたことがありますか？まあ学校では習わないですよね。でも SNS などでメディア配信をしている人は聞いたことがあるかもしれませんね。スレッズがバズった話をする前に、まずはバズったという言葉の意味を説明しておきますね。この言葉は比較的新しい言葉です。バズるはバズプラスるという形で作られています。バズは英語でブンブン音を立てる、ざわめく、話題になるという意味があります。そこから派生してネット上や SNS で話題になる、急に注目を集めるという意味で使われるようになりました。ですので SNS が誕生して生まれた言葉です。個人的にこうして新しい言葉が生まれたり言葉が変化していくのがとても好きです。きっとどこの国にもこうして新しい言葉が生まれたり言葉が変化したりするってことはありますよね。バズると同じような造語でググるやディスるやサボるもあります。これらは外来語プラスるで作られた動詞です。ググるは Google で検索する。ディスるはディスリスペクトする。サボるはサボタージュするです。ググるはもしかして今後消える言葉かもしれません。だって AI が出てきてググらなくなるかもしれませんから。ディスるは例えば SNS で私の発信を知らない人にディスられたみたいな使い方をします。知らない人に批判されたという意味です。サボるは今日学校サボったとか授業サボっちゃおうかなみたいな使い方をします。意味は怠けることですね。サボるは日常的によく使う言葉です。特に学生はよく使うかもしれませんね。はい、こんな風に外来語にるをつけて動詞にした造語がいくつもあります。今日は使えそうな代表的なものを紹介しました。はい、バズったという言葉を紹介したので、今からスレッズがバズった話をします。少し前にポッドキャストを聞いてくれている皆さんにいち早くお知らせしましたが、最近4コマ漫画を描いています。それをインスタグラムや TikTok でも発信していたんです。TikTok は比較的拡散されやすいメディアなので、
少しは見てもらえていますが、インスタグラムはほとんど見られることがなくって、ちょっと落ち込んでいたんです。私はめっちゃ楽しんで作ってるんですが、日本語学習者の人に見てもらえていないと意味がないです。そしてそれがその人たちのお役に立っていなかったら、それも意味がありません。そしてたまたまスレッズのアカウントも作って発信したらめっちゃバズったんです。ほんとたまたまなんで奇跡みたいなもんです。3万回近く見られていて、2日でフォロワーが600人超えました。4コマ漫画の感想をくれたり、投稿を保存してくれたりして、本当に嬉しかったです。このポッドキャストもそうですが、必要な人に届いて、その人の役に立たないと意味がないですからね。そういう意味では、クリエイターって大変な仕事です。私は今、ポッドキャスト、4コマ漫画、多読用の短編小説を書いていますが、根底にある気持ちは、日本語を勉強している人の役に立ちたいということです。教科書にない自然な日本語に触れてほしいという思いがあります。最近私の学生たちはポッドキャストにハマっているらしくって、彼らの語彙がどんどん増えてきています。マジですごいと思っています。そして彼らがポッドキャストで聞いた新しい言葉を毎回授業に持ってきてくれています。先生、この言葉はどんな意味？どうやって使うの？って新しい言葉に出会って嬉しそうに聞いてきてくれるんです。先日も先生、ハマるって何ですか？って質問を受けました。学校では習いませんもんね。ハマるについては私のポッドキャストでも話しているので、よかったら聞いてくださいね。ちょっと話がそれましたが、スレッズがバズったという話に戻します。バズるってたくさんの人に見てもらえるので、いいこともありますが、バズるためにコンテンツを作っているわけじゃないので、そこに意識が向きすぎると危険だなぁと思います。私は本来の目的や自分の思いを大切にして活動していきたいなと思っています。バズったらそれは神様からのギフト。私は息の長い発信活動をしていきたいので、ぼちぼちやっていきます。ぼちぼちについてはエピソード1で話しているので、よかったら聞いてくださいね。これからもよろしくお願いします。はい、今日はここまでです。いいね、コメント、チャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。